労働反対、絶対反対。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない薄汚い欲望と共に寄り添っていく優しいチャンネル、ネガティブマンチャンネルようこそということでね、また始まっちゃいましたね。そう、今日もねシリアスでくだらない話をしてね、世界を滅ぼしていこうっていうねチャンネルを運営しておりますネガティブマンです。そう、今日はね、死にたい気持ちについてというねお話をしてみたいと思います。そう、各いうね、今の私がね、そう死にたい気持ちなんですよね。それがまたね、労働によってごまかされて、そうなんです。ごまかされたりするんですよ。そう、昔ね読んだ本でね、そう一次大戦とか二次大戦のね、そう戦争機関兵がね、こううつ状態になってやる気がなくなってこう死にたい気持ちに なったらどうするかっていうね、海兵隊のね、どうするかってどうすると思います皆さん。とにかく仕事を与えて忙しくさせるっていう療法が取られたそうですよ。今はね、うつだのなんだのってこういろいろなね処方をしますけれどもね、当時はね、とにかくそうね、死にたい気持ちになっている兵隊さんはとにかくね忙しくさせて、そういうことを考えさせないようにするっていうね、そういうね、なんて言うんでしょう、療法ですね、治療法が行われていたそうですよ。そう、つまり考える暇を与えないですね。とにかく体を疲れさせてね。なるほどな。私もね、死にたい気持ちでね労働してるとね、もうね労働の終わりにはくたくたに疲れてね、死にたい気持ちが軽減しています。しかし騙されません。そう、騙されちゃいけないんですね。そう、やっぱりね、本質的にね、やっぱり死にたい気持ちが出てくるんですね。やっぱり定期的に出てきますね。そう、憎しみ、そう、何度も私は憎しみにね助けられて救われてきましたけれどもね、やっぱりね、憎しみや怒りっていうものはね、そうこう対外的な気持ちになりますからね。そうやっぱりね、あいつを地獄や血祭りにあげないと死ねないなっていう、そのね、この世界を滅ぼさないといけないなっていう、この世界に対する憎しみがねある時にはいいんですけれどもね、あってもなおやっぱりね、この人生の虚しさというかね、そう辛さというものにねくじけてね、やっぱり定期的に死にたくなりますね。そうなかなか処方箋が見つかりませんけれども、しょうがないと思います。死にたい気持ちはね、誰しもしょうがないと思いますね。よく言われるのが、いやそれは自分とね他人を比較するからだとかね、自分と他人ね、自分とこの世界のねいろんな比較をするからね死にたくなるんだという話があります。幸福幸せとは相対的に見ちゃいけないよとね、小さい楽しみでも幸せでもね、それを最大限こうね楽しんだり幸せに感じられたらいいじゃないかというね、なんかこう生臭坊主ね、 YouTube にもいっぱいいますね、生臭坊主ね、宗教的なね、宗教は滅ぼすべきだ、そうだ、すっかり最近忘れてましたね。宗教は滅ぼすべきであるっていう動画もね近々上げないといけませんけれどもね、シリーズ化されているのでね。いやだから相対的
違うんだよな。確かに相対的でもあります。昨日もね、カップルを見たら死にたくなると、性的弱者は死にたくなるっていう話をしましたけれどもね、だからカップル禁止でいいんじゃないのかなとか言いましたけれどもね、そういうことじゃないんですよね。もちろんそれも死にたくなるけれども、なんて言うんでしょうね、活力、もういいだろうっていうね、諦めですね。死にたい気持ちには諦めがつきものですよね。なんだろうね、相対的でもないんですよね。だからこの世界を見た時にですよ、こういうバカバカしいね、薄汚いね、何でもかんでもね、コネだったり運だったりね、スペックだったり己のね、そういうものに振り回されるわけですよね。相対的でもないわけですよね。このろくでもない国だったり政治だったりね、戦争だったり、なんて言うんでしょうね、この世界のね、薄汚いシステム、そういうものを見るにつけてもね、なんかムカムカしてね、なんか憎しみを通り越してこういう世界にもういたくないなっていうね、もう一抜けたって感じでね、抜けたくなるんですよね。もうこういう薄汚い世界にいたくないね、私は卒業しますっていうね、なんかね、そういう気持ちがあるんですよ。それは全くもって相対的じゃないですよね。冷静ですよ。非常に頭が冷静ですよね。そうなんです。死にたい気持ち、そうですね。なんて言うんでしょう。腕がね、なんでしょう、イカ飯みたいになっているね、リストカットしている死ぬ詐欺のね、人たちとは一味違ってね、やっぱりメンヘラもそうですけれど、死にたいっていう気持ちはね、嘘じゃないと思うんですよね。死ぬ詐欺の人たちは知りませんけれどもね、いや死にてえなっていう気持ちは嘘じゃないと思うんですよ。実際私もね、昨日労働中にまたね、死にたい気持ちが募ってきました。そうなんですよね。嘘じゃないんですよ。あとね、なんか鬱っていうことでもないわけですよね。鬱なんだけれども鬱じゃないみたいなね、もっと冷静な深淵なる深みからね、醸し出される悲しみのペーソスが私を襲うわけですよ。そして死にたくなるわけです。あとね、なんかなんか幸せホルモンが足りないんじゃないのかとかね、なんか太陽を浴びたらいいんじゃないのかとかね、睡眠不足、私睡眠不足ですけれどもね、睡眠障害もありますけれどもね、いろいろね、体があちこち痛いねっていうこともありますけれどもね、どうもそれもね、正解ではないですね。そんなことじゃないですね。私なんかね、休みの期間中いっぱい太陽を浴びましたけれどもね、その2日後にはあれですよね、もう死にたくなってますからね。全くね、太陽療法は嘘なんじゃないのかというね、非常に疑わしいですね。大体人間っていうのはホルモンで支配されてるんだったらね、そんな簡単な話はないわけですよ。ね、太陽を浴びたり、ね、睡眠をしっかりとったら死にたくなくなります。ね、ネガティブじゃなくなって、ポジティブシンキングで、ね、頭空っぽの方が夢詰め込めるみたいなね、そういうドラゴンボールの歌詞にあるような、そういう状態にはならないわけですよ。極めてね、冷静かつね、世界情勢をね、この世界を汲み取った上でね、とても死にたくなるんですね。
わかりますかね、死にたい気持ち。だからそういうね、なんていうんだろうな、対処療法的なことがね、または薬的なことが効くかっていう話なんですよね。いや、効かないよと。そんなもんじゃないよと。もっと深いよと。そこを言いたいですよね。あとやっぱりね、このチャンネルをご覧の方がね、何歳ぐらいなのかっていうのは YouTube スタディオをね見ればね大体わかるんですけれども、見てませんよ。なぜならね、登録者数潜在的に2億人のね素晴らしいチャンネルね、老若男女で差別するわけにはいきません。そう若者に向けてとかね、年寄りに向けてとかね、そんなことじゃない。もっと本質的なね、そう人間とは何かということの問い、この世界は何かっていうことの問いですよね。それを深めていくね、深めた上で滅ぼしていこうっていう高等無形なねチャンネルなわけで、見てませんけれどもね、やっぱりな、そうは言ってもね、やっぱりね、私思いましたけどね、なんかやっぱりね、若者たちの会話を聞いているとね、あれですよね、おじさんっていうのは本当に用がないのだなと思うわけですよね。そう死にたいという気持ちの中にはもちろん希望が持てないっていうこともありますよね。希望も持てないしね、未来において楽しみもクソもないみたいなところもありますよね。そう用なしなんですよ。要するにね、とても用なしなんですね。寂しいですけれどもね。そう寂しい。そう寂しいんですよね。人生に寂しさを感じたらね、死にたくなる時ですよね。そう死にたい気持ちにはいろんな気持ちが詰まってるんですよね。夢いっぱいに詰まってるんですよね。そうなんか用なしなんですよね。やっぱり時代っていうのは若者のもの、世界っていうものは若者のものですよね。いろいろなアクティビティだったり旅だったりとかね、または自らを伸ばす的なね、例えば勉強だったり、例えばなんて言うんでしょうね、スポーツでもそうですけど、なんて言うんでしょうね。そうまあそれはあれですよね、僕の大嫌いな労働ワークとかいうねアホな連中がね、こうステップアップみたいなことを言うわけですけれどもね、アホすぎて何も言えませんけれど、どうなんでしょうね。そういうことも全てあれじゃないですか。若者がね、若者ならっていうところがあるわけじゃん。もうね、おじさんになるともう何にもないんですよね。そう全て死ねばいいやみたいな、そう死ねばいいやみたいな諦めがあるわけですよね。死ねばいいか、またはこの世界が滅びればどうってことないな。この世界が滅びるっていうことはまあ最悪自分が死ねばいいのかなっていうね、そういう悲しい結論に至る場合もあるわけですよね。そう死にたい気持ちにはいろんな気持ちがありますね。そうなんですよ。ね、もう十分に生きたみたいなところもあるんですよね。そうおじさんおばさんのね死にたい気持ちの中には十分生きたっていうところもあるわけですよね。そう私もね、こんな気持ちになるんだったら私の人生においてはね、もう貧困家庭に生まれたのってどう考えてもね、生まれた時から経済危機を抱えておりましてね、そこから何とか脱出しようと思って24、5ぐらいに第一次経済破綻を果たしてましてね、それからまたね十数年後ね、またさらにねあれですよね、経済破綻をして、そしてもうね2度の経済破綻の時にもう死ねばよかったんですよね。実際死のうかなと思ったらなかなか死にきれませんでしたけれどもね。
そういうこともありますよね。経済破綻。どうもね、お金のために生きる死ぬっていうのは非常にね、こうムカムカね、憎しみが湧いてきてなかなかね、死ねないもんなんですよね。そう、この間もね、ごちゃんのすれでね、なんか、そう、借金が2000万以上あって、ニッチもサッチもいかないおじさんがね、そう、自己破産もできなくて、みたいなね、話を見聞きしました。もうそういう絶望ですよね。でもそれで死ぬのはなんかムカつくじゃないですか。ね。覚悟が決まってればいいですけれどもね。経済破綻や金のために死ねるかみたいなね。クソっていうの。まだこの世界がまたね、もう金本位制どころじゃないですよね。そう、経済本位制なんですよね。そうね、金があればなんとかなるみたいな、そういうね薄汚い世界なんでね、なんかそう考えていくと、やっぱりね、やっぱりね、世界を滅ぼすチャンネルを立ち上げてよかったな。そうやっぱりね、この世界を滅ぼすべきなんだっていうね、この理念っていうかね、正しいなと思う。まあまた話が脱線しましたけれどもね、とにかくね、そう死ぬってことはね、そういうことでいいんじゃないのかな。そうでもまあね、それでもやっぱり死にたいんですよね。死にたくなる気持ちっていうのがね湧いてきます。そう、定期的に湧いてきますね。これからまた数日経つとね、おそらく憎しみの方が勝ってきて、そうネガティブな元気さっていうものを取り戻すんですけれどもね、やっぱりね死にたくなりますよ。そう、やっぱり労働がまたね邪魔じゃないですかね。人生を快活に生きれないのは労働のせいであるっていう私の理論ですよね。そう、労働こそ諸悪の根源ですからね。そうね、そう、またそういう、なんていうんだかな、そうまあね、相対的なね幸不幸っていう面にもかかってきますけれども、やっぱりね、そう労働しなくても済む連中がいっぱいいるわけですよね、世の中。そう、いやそんなことないとね、労働ね労働しなきゃ食べていけないよみたいなこと言ってるやつでもね、やっぱりね実家が太かったりね中流だと別にね食べていくぐらいはできるわけですよね。そういう運不運ね、コネのあるなしね、そういう不公平感、不平等感、まあ当たり前なんですけどね、当たり前なんだけれども非常にムカついてきて憎しみが湧いてきますね。まあでもね、そうでもなんか死にたい気持ちになってると、そういう相対的なね問題においてね、不平等感も不公平感もたっぷりあるこのね、そう例えばなんて言うんでしょうね、例えばあれですよね、塾の先生の林修先生とかね、あれですよね、そうとんでもない経済破綻をね大学生かなんかの時にしたけれども、親がねそう2000万ぐらい、そうまた2000万が出てきますけど、2000万ぐらいの借金ができてもね、実家が太いからそう親が補填してくれたとね。じゃあじゃあそんな人は死なないですよね。死ぬという選択はないですよね、彼らには。ところが同じような境遇であったね2011年の私はもうマジで死にたかったですからね。もうそう本当に絶望しましたよ。だからそういうね相対的なね不公平感っていうものに対して非常に憎しみを抱きますね。もう絶対この世界を滅ぼしてやるというね、考えてみるとなんかこうね死にたい気持ちが薄れてね、頑張ろうこの世界を滅ぼすまでね、もうね
世界中の人々にね、少なくとも2億人ぐらいの人々にはね、やっぱりこの世界の方が狂ってるし間違ってるしね、私たちの方が正しいのだということをね、述べ伝えたいというね、非常に今憎しみが湧いてきましたけれどもね、やっぱりね、それでもね、定期的にそういうことを乗り越えてね、死にたくなるんですね。そう死にたくなるんですよ。バカバカしくなってね、またもう疲れてきてね、そう体が疲れてるんではなくて脳みそが疲れてるというか心が疲れるんでしょうね。そしてもう十分だなっていうね。そうするとまたね、鬱であるとか言い始めるんで、いや違うんですよね。とても冷静かつね、柔軟な考えと広い視野を持ってね、冷静に見極めて、いやもう死んだ方が早いなという結論に至るわけですよ。それが死にたい気持ちのね、意外な正体だと思うんですよ。そうですからこうね、単にメンヘラだからとかね、病気だからとかいう話じゃないんですよね。だいたい病気だったら病気であれじゃないですか。冷静なわけですよね。病気なら病気でやっぱり冷静なんですよ。もうこれはもう耐えられないなっていうね、発狂しそうな気持ちっていうのはもうすごくあれじゃないですか。もう死ぬしかねえなって、その結果において死ぬしかねえなっていうのは、それは非常に正しいですよね。その死にたいっていう気持ちもすごく正しいですよね。ですからね、病気なら病気でね、いや精神もそうですけど、肉体もそうですけれどもね、病気なら病気でやっぱり限界を感じてね、広い視野で深い考えでやっぱり死にたい気持ちっていうのは正解なんですよね。だもんでね、まあね、この死にたい気持ちについてもね、今後シリーズ化なかなか難しいですけれどもね、死にたい気持ちになったらね、どうしようもなくなったらまたね、お話できたらと思います。とにかくね、その気持ちは嘘じゃないしね、やっぱり安楽死制度があった方がいいですしね、本当にね、多分安楽死制度があったらお守りみたいになるとは思うんですよ。全人類においてね、お守りみたいにはなるけれども、結局ね、今の私のようにね、こう総合的な判断に基づいてね、相対的な幸不幸じゃなくって、いやこれ死んだ方がいいな、死にてえなっていう素直な気持ちは正解なんでね、やっぱり安楽制度があったら楽だなとは思いますね。好きで生まれてきたんじゃない、いや宗教的にはね、なんか生まされてきたんだ、お前が選んできたんだとかね、抜かしますけれどもね、ぜひともその証拠を提示していただきたいですね。スピリチュアルや宗教にかぶれている人たちはね、受けて立ちますよ。私の血は憎しみでできているということを最後に申し上げてね、世界が、そしてムカつくやつが明日にも今日にもね、滅んで無に帰しますように。ネガティブマンでした。